もう42歳、もう43歳ありますけど、ね、独身で一人で生きるうまさを身につけてしまったというね、これは幸か不幸か、子連れの幸せな家庭見てなんかいいなって思ったりとかでも一人でもそれなりに楽しく生きていられると。青戸酒。青さん今からちょっとこれはどこに？居酒屋に向かってます今日初めて行くんですけど、はい。僕日本酒がね好きでして、いいお酒のラインナップのお店があったので、僕の好きなお酒は何種類かあって、それを置いてるお店は間違いないっていう、なんか僕の中の法則があるんですね。こちらのかけるさんっていう、これね、九平寺、これが僕大好きでね。そうなんです。これを置いてある店は間違いないです行ってみますか。行きましょう。はい。青戸酒。青戸さんチョイスで大丈夫ですか？いいですか？うん。あさりと春キャベツの酒蒸しなんかは美味しそうだなと。美味しそうですね。うん。じゃあこれですね、ホタルイカのニンニク醤油炒めですね。こういうの味が濃いものってビールでね、ざっと流していくとね、たまんないですよ。いいですね。デートとかだったらね、気使ってサラダとか行きますけど、デートだとちょっとラインナップが変わるんですね。さすがにね、食べたくもないサラダを頼み一生懸命取り分けやったりしますけどね。サラダ食べたくはない。別にいらないですねあとこれですね、シュラスと味噌のチーズせんべい。これは日本酒でもねいけますから。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。やっぱこれだよな。青さんやっぱ美味しそうに酒飲みますよね。ほんとね。でも僕家では一人で飲まんかったね。こういう人が人といる時だけなんですよね、飲むのは。お家で飲まないんですね。僕一切飲まないですね。年に1回あるかないかみたいな。すみません、よろしいです。ありがとうございます。青のりハッシュドポテトです。青のりハッシュドポテト。ありすがとうごごいな。ざいます。珍しい。なんていうんだっけ、青のりハッシュドポテト。初めて見たもんな。そう、これね、お通しこだわってるお店ってね、間違いないんですよ。実食うまっ。うまいっすか？うまい。ね、味はね、文字通り青のりのハッシュドポテト。これは文字通りの味だけどね、これうまいよこの揚げたて、出来たてで出してくれるのが最高っすね。いや、最高、マジで最高。これうまい、ザックザクで。ね。いや、これビール合うわ。うまい。いや、こんなお通し出してくれたら最高ですね、本当に。ちょっとこれお通しからだいぶ美味しいですね。うん。もうこれで帰ってもいいぐらいだよね。青戸酒。例えばお通しから何か感じ取ったりするものですか？これはっつって。めちゃくちゃメッセージ感じますよ。やっぱお通しに。お通しってすぐ出したいじゃないですか、お店側からしたらね。その料理時間かかるからそのつなぎとしてね。でもこれ揚げ物ですから揚げ物時間かかるでしょ。だから待たしてでも美味しいと言ってもらえるっていう自信があるっていうメッセージかなっていうのは僕は思ってたんですけど。はい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 。本当に美味しいやつってね、何口目でもうまいんですよ。普通一口目が最高でしょ。何口目でもね同じぐらいうまい。これがねいいつまみです。お通しなくなっちゃった。いや、これは進みますよね。めちゃくちゃうまいんだよ。これいけるな。ちょっとビールね、普通僕一杯で切り上げて日本酒行きたいところなんですけど、これ2杯目行きたくなるな。青戸酒。軽いかのニンニク醤油炒めと白身と味噌のチーズせんべい。美味しそう。ありがとうございます。これはたまんないな。春キャベツとホタルイカのなんとかね。もうべ先回ってるからともう一個はもうワードのかけらも覚えてない。かけらも覚えてない。なんか幸せが乗っかってるやつですね。ホタルイカのニンニク醤油炒めいただきます。これをね、ホタルイカのニンニク醤油炒めです。何にも参考にならないです。ちょっと食べてみます。いただきます。美味しい。美味しいでしょ。ね、
だってもう文字で見て間違いないじゃないですか。間違いないです。これはね、うんホタルイカのニンニク醤油ですほらこれは間違いなくそうですね。語彙力がバカになる感じの。めちゃくちゃ美味しい。うまいですねしっかりニンニク効いてて最高ですね。うんでもしつこくないですもんね。うん。なんかニンニクがある種の臭みみたいなの一切消してて、うんめっちゃうまいですね。でまたビールが合うんだこれが。もうね日本酒言いたかったけどこれはもう一回ビールだな。もう一回ビール。しらすのチーズせんべいだったかな。ああ、全然。はいはいはい。です。最高食感がまずいいですよね。食感。うん。ザクザクしてる感じ。ザクザクしてるチーズが。チーズの。上がってて、でそこにねしらすとネギのさっぱり感が合わさってね。これも酒が進むな。美味しい。ね。チーズだから塩味強めで、うんこれお酒進みますね。でしょ。うん。本当酒。でも僕ずっとね生きてきて一個だけやめなかったのがなんでかな。なんでだろうって考える癖だったんですよね。で子供の時からそれは高校を卒業してもやっぱりその習慣はついてて、答えは分からないけど、はい。答えは見つからないけどでも自分の身の回りのことになんでこれはこうなるのかこれはもしかしてこういうことなのかなみたいな仮説を立てたりなんでだろうっていうね考える癖があったんですよね。でそれが結局塾講師だったからもそうですし、東大ね目指して勉強するために来たので考える習慣とかね癖っていう、そうだなあと能力っていうのはやっぱり東大受験に来ましたね。普段からねドラゴンボールの悟空みたいに普段から重りをつけて生活してるみたいな、はい。ずっと修行だっていう。みたいな感じでね、だから常に何かあるたびに、ちょっとなんでこうなんだろうなって考える癖がある。そう太酒アサリと朝見と春キャベツの酒蒸しを、先に酒を重ねるっていういいですね。いいわ。うまいですね。年取ってくるとはいいことって全然ないですけど数少ない喜びの一つにはい。野菜の旨味が分かるっていうね。この時なんか春キャベツを入れてはい。ワクワクしないでしょ。確かに。いやもう酒飲むようになるとね春キャベツなんとかっていう時点でなんかもうそそられるんですよ旬のものっていうね。でそれを使った料理なんかねちゃんと工夫が凝らしてますからね間違いないですよね。美味しくないはずがないと。でアサリなんかもね子供の時にアサリのなんちゃらって聞いて美味しそうとかなんかワクワクするとかないじゃないですか。ナイスね。ねハンバーグとかカレーとかねうん。ラーメンみたいなほどに興奮しないでしょ。大人だったら大人だったらおっとみたいな年取るのは悪いことじゃないですね。そう悪いことばっかりじゃないっていう感じでね。楽しいことはね多くはないけどちょっと今日はちょっとあれですよ、哀愁漂って酒も入って。でもねゼロじゃないんですよ楽しいことはね。いそこをね積極的に楽しんでいかないと。いですね。ちなみになんか最近いいことありました？なんかすみません聞いちゃってこんなに出ないと思わなかった本当にいいことがなかったんだと思って。いやでもねあるんですよそれはね。あるやっぱりね。僕五木ひろゆきっていうね作家が書いた「生きるヒント」っていう本がね僕好きなんですけど、はいはいはい。あれ全5巻でねうん。全60章かな。1巻につき12章確か構成で第1巻の第1章がね「喜ぶ」っていう章なんですよ。喜ぶ。喜ぶ。生きる上でねやっぱり辛いこと苦しいこといっぱいありますからその中でいかにその人生を楽しむかっていう五木ひろゆきさんなりのねコツというかねヒントを書いてる本なんですよね。僕それ中学校の時読んだんですけど時に読んでなるほどと思ったんですけどでその喜ぶってね例えば宝くじ1等が当たったとか、ね、例えばなんか大学ね第一志望に合格したとか、なんか誰でもね分かりやすいの喜びっていうのはもちろんあるんですけどそうじゃなくって日常の些細なことに喜ぶっていうことがもしかしたら人生を充実させるヒントじゃないかなっていうそういう気づきを書いた章なんですよね。でその中で書かれてるのが例えば五木ひろゆきさんなんかコロッケが好きっていう本内容書かれてるんですけど、全然そんな高級なコロッケじゃないですよ。街中の商店街で売ってるような、お肉屋さんとかがねやってる1個100円みたいなありふれたコロッケ、あれを買って散歩の帰りにねでお家に帰ってでそれをオーブンで温め直してで食べると、それが美味しかった、ね、それ今日も幸せだったみたいなことが日記に書かれてるっていうね。自分で見ても、
なんか笑っちゃうようなことなんですけど、やっぱそれが幸せなんじゃないかみたいなことをね書かれてて、で僕は本当にそれを中学生の時に中1かな読んでね、なるほどと思って、人生ねほっといたらやっぱり辛いこと苦しいことの方が多いですから、そこにばっかり目があってね悲観的なことも多いんですけど、別に日常の些細なことってね当たり前のようで実は幸せだっていうことがあるなってことに気づかされてね、だから僕は結構それ中心の時読んで結構感銘受けたんですよね。なるほどと、自分にとって当たり前なことでもよくよく考えてみたら幸せなことなんだなっていうね。だからそれこそね、最近なんか良かったいいことありましたかなんて言われたらね、その例えば素敵な女性と出会ったとかね、今でっかい仕事が舞い込んできてみたいなのをなんか想起しがちですけど、でも、ね、シンプルにこの瞬間がもう最高ですからね。ね、そうですね。何のね気兼ねもなくこんなうまいもん食ってうまいもん食って酒飲んで飲んでで楽しい相手と一緒にいられてっていうね。そうですよね、それはもう最高ですよ本当に。自分が幸せなことないですよ。幸せなことですね。ねだいぶしんみりとした青戸酒。日本に生まれてよかったなと思う瞬間がいくつかあるんですけど、その中の一個にネギと海苔食ってる瞬間なんですよね。何ですか？ネギ？海苔とネギ食ってる瞬間。海苔とネギ食ってる瞬間が日本に生まれてよかったですね。それはどのタイミングの海苔とネギですか？どのタイミングに結構寄りません？僕たまにねその自分でマグロ丼作るんですよね。マグロ丼、鉄火丼みたいな、マグロの刺身買ってきて、でそれをどっぷり醤油つけて、でもう濃いマグロ作って、でその上に山芋すりおろして、たっぷりね、もう丼の本当にもう面積全部ひたひたなぐらいに山芋すりおろして、でそれに、ビタビタにつけたマグロのっけで、その上にさらにねネギとね海苔をのっけるんですよ。もうそれも丼が全部埋まるぐらい。うまそう。でそれ食ってる瞬間にね、俺日本に生まれちゃうかなって本当思うんですよね。まあでも確かに地味にね、他の国じゃ味わえない。まず刺身食わないでしょ。そうですね。そもそもね、その刺身だけでもそれ十分喜びなんですけど、そこに山芋があってネギがあって海苔があって、全部掛け算でねうまさが増していくんですよ。足し算じゃなくて、これがね最高だなと思って。100歩譲ってね、刺身食う国はあってもそこに山芋海苔ネギ掛け合わせる国ってなかなかないないですね。その時に俺本当にね日本でよかったですって思うんですよね。あんな幸せな瞬間ないよ本当に。いいですね。本当に日常から幸せ見つけてますね。ちゃんと中学校の時に読んだ本が生きるヒントがね生きるヒントありましたね。楽しいよ。だからねこれがねやっぱ悲しいところでね、もう42歳、もうすぐ43歳になりますけど、ね、独身で一人でそれなりに楽しくやってる。それはねやっぱりその一人で生きるうまさを身につけてしまったというね、これは幸か不幸か。やっぱ一人でね生きるうまさ、一人で生きてやっぱりねその寂しい瞬間いっぱいありますよ。ね、街中でね子連れの幸せな家庭見ていいなって思ったりとかね。それは思いますよ。それは思いますよ。それは思うし、ね、僕は正月にね妹夫婦のねところ帰って、もう僕実家ないですからね、将来の母親も死んで一人ですからね、甥っ子姪っ子に会いにね、妹夫婦のところに帰ったりするんですけど、そこでね幸せな光景見たらいいなと思ったりね、それありますよやっぱりね。でもねやっぱ年取ってそうやって一人で生きるコツみたいなね、楽しい瞬間を見つける術を身につけてしまったがゆえにね、一人でもそれなりに楽しく生きていられると、これが、幸か不幸か、それなりに成立しているというね悲しいところで、何かなって呼びかけた瞬間にはなんすかねとか言ってもう調べてますもん。その反射神経はすごいですよやっぱり。その知らないままで終わりたくないっていうね。東大生の子たちが、もう基本的にそういう子が多いですね。8割ぐらいそうかな。これが僕のね大好きなクフェージュです。